現在地球の周りを回っている人工衛星は9500個ぐらいで、その3分の1の3000個ぐらいはスペース X のスターリンクのものです。スターリンクの完成のためには42000個の通信衛星が必要なので、今も毎週のようにファルコン9を打ち上げています。人工衛星で地球を包もうとしているスターリンクが気になります。衛星通信は通信速度が遅いのに料金はものすごく高いし、そもそもつなげるのもなかなか大変でした。なので企業または軍隊がジャングルとか砂漠に行く時しか使わなかったです。日本はどこでも高速インターネットがつながっているので、衛星通信はあんまり気にしないと思いますが、世界には国全体の隅々までケーブルを引くのが難しいところがいっぱいあります。そういうところには安くて速い衛星通信が使えるとありがたいと思います。イーロン・マスクは衛星通信の問題を解決するために、地球のもっと近いところに衛星を置けば通信速度も速くなるし、アンテナも小さくできると考えました。ただ人工衛星が地球の近くになると、1台の衛星がカバーできる範囲が狭くなります。なので地球全体をカバーできるように人工衛星をいっぱい打ち上げることにしました。スターリンクの構築計画は3つのステージになっていて、1ステージ目は 550km のところに4500個の衛星を打ち上げてネットワークを構築することです。2ステージ目は1ステージより近い 330km のところに7500個の人工衛星を置く予定です。3つ目のステージは1ステージと2ステージの衛星の間に3万個の衛星を置いて、さらにパフォーマンスを上げるのはもちろん、南極、北極までカバーして地球のどこからでも高速インターネットが使えるようにするプランです。まだステージ1の途中ですが、すでにサービスを提供していて、月々$110で利用できます。現在 100Mbps 前後の速度を出しているので、普通に YouTube を見たり映画を見たりするのは問題ないレベルです。ステージ3が終わると 10Gbps の速度を出すのが目標らしいです。スターリンクは緊急事態の時にも役に立っています。火山噴火でトンガの海底ケーブルが壊れた時、島から外への連絡ができない状態でしたが、イーロン・マスクがスターリンクを寄付して復旧に役に立ちました。あとこの前フロリダを直撃して80人近くの命を奪ったハリケーンイアンで通信ができない時もスターリンクのアンテナを設置して連絡が取れるようになりました。ウクライナにもイーロン・マスクが3700台のスターリンクの端末を寄付していて、戦争の状況を世界に発信したり、ウクライナ軍の作戦に活用しています。ロシアがスターリンクの電波を妨害するためにジャーミング攻撃をしたものの、その翌日スターリンクがソフトウェアのアップデートしたので、問題なくサービスが再開できました。地球に近いところに数万の人工衛星が回ると、どこでも速いインターネットが使えるのはいいかもしれませんが、天文学者たちには最悪のニュースです。まだステージ1なのにスターリンクの衛星が干渉して天文観測がまともにできないのが問題で、国際天文学連合はスターリンクに抗議しています。スターリンクは人工衛星を暗くしたり、サンバイザーみたいなものをつけて太陽光を反射しないように工夫していて、前より明るさが半分以下になっているものの、まだ改善は必要です。現在 5G 通信が徐々に導入されていますが、その次のステップの 6G には低軌道衛星が必須と言われています。人工衛星は早い者勝ちで、先に軌道に乗せておくのが大事です。なのでスターリンク以外も Amazon、ワンウェブの企業はもちろん、中国、ロシア、イギリスなども場所取りを急いでいます。スターリンクは発射ごとに60台の衛星を設置していて、今後スターシップを使うともっと多くの衛星を一度に打ち上げられるので、宇宙の空席はすぐ埋まると思います。バイ。